上白先輩、昨日教えてくれた語呂合わせありがとうございました。おかげで元素ちゃんと覚えられたと思います。そうか。それじゃあ早速元素を書き出してみよう。はい。あれ、どうしよう、語呂合わせだけ覚えて中身覚えてなかった。アキト、今やっているのは確率の問題か？なんすか、人のノート勝手に覗き込んで。その単元なら俺も得意だぞ。せっかくだし教えてやろう。いや、何も言ってねえっつうか、今は困ってないんで。いやいや、遠慮するな。解き方のコツとしてはだな。人の話聞いてねえし、しょうがねえから教えられてやるか。学校の勉強において暗記は必要なことではあるけれど、ただ教科書を睨みつけていても効率は悪い。そこでこの装置の出番だ。まあさっきから目には入ってたんですが、何なんすかそれ。これはね、自作の瞬間記憶装置だよ。五感を激しく刺激し、覚えたいものを瞬時に記憶することができるんだ。まだ実験段階ではあるけれど、安全性は保証するよ。どうだい、試してみないかい、東雲くん。誰が使うか、そんな得体の知れねえもん。私ちょっと興味あるかも。それでこのわけわかんない化学式が全部頭に入るなら。落ち着け白石。地道にやるのが一番の近道だぞ。疲れた。ちょっと休憩っと。あれ、草薙さんまだ残ってたんだ。どうしたの？ルイと司から聞いたんだけど、勉強会やってるんだよね。これ差し入れ、駅前のお店で買ってきたチョコなんだけど、よかったらみんなで食べて。いいの？うん、司たちも頑張ってるみたいだし、チョコって疲れた時にいいって聞くし。ありがとう。ほんと助かる。勉強頑張ってね。全員揃ったみたいだな。とうとうこの日が来たね。泣いても笑っても今日が本番だ。全てはこのテストに合格できるかにかかっている。覚悟はできているかい？当たり前だ。この日のためにどれだけ準備してきたと思ってるんだ。今さら泣き言は言わねえ。そうだね、私も大丈夫。それにこれで落ちたりしたら、ここまで助けてくれたみんなに顔向けできないもん。全力を尽くすよ。一応僕もこのテストは気合い入れてやらないとね。ちゃんと進級したいし。ではこのテスト皆で合格し、絶対一緒に進級しよう。それじゃあ行ってきます。ああ、頑張ってきてくれみんな。
大丈夫でしょうか。心配はいらないと思うよ。青柳くんも見ていた通り、みんな毎日真剣に勉強していた。今の彼らならきっとどんな壁でも乗り越えられる。だから信じて待とう。はい。やった。これで科学はおしまい。引っかかる問題もほとんどなかった。でも、次は古典。しっかり集中してやらなきゃ。いい調子。わかんない問題も今のところない。大問は2つ。最初は漢文。漢文は大丈夫。もともとそんなに苦手じゃないから、なんとか読める。でも次は、一番の課題だった古文だ。問題文は、これって、折節の移り変わるこそ、物事に哀れなれ。物の哀れは、秋こそ勝れと、人ごとに言うめれど、それも去るものにて、今ひときわ心も浮き立つものは、春の景色にこそ、あんめれ。補習の最初の日に解いて、みんなと一緒に読み込んだやつだ。よし、これなら。あ、みんなで一日中歌の練習して、疲れたーって空を見た時とかに、すごく綺麗だなーって思ったりはするかも。おお、それなら俺もわかるぞ。体力を限界まで使った後に見る空は、とても高く澄んで見えるものだな。それ、すっごくわかります。そのしみじみとした味わい深い気持ちが哀れの気持ちに近いだろうね。季節が移り変わるのは、みんなそれぞれにしみじみとした趣がある。物事の風情は秋が一番だってみんなは言うけど、より一層心が浮き立つのは春の景色。鳥の声も春めいて、のどかな日の光、垣根の草も芽を出す頃から読める。ちゃんと文の意味が頭に浮かんでくる。もう呪文みたいな言葉じゃない。文に込められた思いが私にもちゃんと伝わってくる。感じるよ、これを書いた人の思い。景色を思い浮かべて、寂しくて綺麗で胸いっぱいになるような物の哀れを感じる気持ち。みんなのおかげだ。水木、上白先輩、東也、それに一緒に勉強を頑張った秋田と天馬先輩。それだけじゃない。他にもたくさんの友達が私を応援してくれてた。みんなの応援が、優しい思いが私に力をくれる。今なら解ける、この問題全部。あんのやつ、すげえ集中力だ。俺も負けてられねえな。そうだろ。あいつらが信じて送り出してくれたんだ。情けねえ姿見せられるかよ。
あれ？これで終わり？集中してたせいかな。なんか、あっという間だった。そうだ。見直しちゃんとやらないと。大丈夫。ちゃんと解けてる。回答欄のズレもない。きっと、これなら。ありがとう。みんな。私、みんなのおかげで、